皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい。今日も車の中で動画を撮っています。だいたい1時間くらいゆっくり話をしたいと思います。皆さん、元気ですか？私はとっても元気です。今、駐車場に停めて動画を撮っているんですが、近くで草刈りをしている人がいます。はい。草刈りというのは、地面に生えた草を機械で切っていることです。はい。なので、少し機械の音がするかもしれません。うおーみたいな音がするかもしれません。多分大丈夫だと思うので、このまま撮っていきたいと思います。はい。で、今日の動画はまたトピックトーキングをしたいと思います。少し前の動画で使ったこのハテナボックスをまた使いたいと思います。今日はたくさんの質問を用意しました。質問はすべてもし何々だったらというフレーズを使っています。もし何々だったらどうするという質問です。これはもしなので起こらないことを仮定している質問もあれば、もしかしたら起こるかもしれないことの質問もあります。だから、いやー、そんなことありえないでしょうっていう質問もあるし、まあ、将来、未来、いつかそういうことが起きるかもしれないね、みたいな質問もあります。はい。今日も私はこの質問を自分でペンで手書きで書きました。はい。なので、質問の内容は知っています。内容は知っていますが、まだ答えは考えていません。くじを引いたときに考えます。アドリブで考えます。ちょっとね、ドキドキしますが、始めていきたいと思います。はい。もし朝ごはんを毎日同じにするなら何にする？はい。もし朝ごはんを毎日同じにしなければいけないとしたら何にする？はい。まあ、こんなことはありえないですよね。はい。別に誰にも命令されないので、自分で朝ごはんを決めることができるんですが、もし決めなければいけなかったら、一つに決めなければいけなかったらどうするかという質問です。どうするかな？今、皆さんは朝ごはんに何を食べていますか？毎日違うものを食べていますか？私は朝ごはんは食べる日と食べない日がありますね。うん。朝、忙しいと食べることをよく忘れてしまいます。でも、食べるとしたら、パンが結構多いと思いますね。パンが多いと思います。でも、もし一つしか選べない。一生自分の人生で一つしか朝ごはんを選べないとしたら、ヨーグルトに好きなシリアルを入れて食べることを選びます。はい。うん。私もこれまでいろんな朝ごはんを試したことがあって、
自分のライフスタイルに合っている朝食はどれかなって結構考えてきたんですよね。で、私すっごくパンが好きだから、朝パンを食べるのは幸せなんですけど、ちょっと眠くなる。うん。パンを食べるとお腹がいっぱいになって眠くなるんですよね。そう。だから、うん、ヨーグルトの方が眠くはならないですね。うん。ヨーグルトに蜂蜜とシリアル、なんか体にいいシリアルを入れて食べていた時期があります。その頃はすごく体調が良かったですね。毎日なんかお腹が重くなりすぎずに午前中をすごく元気に過ごせていたと思います。うん。ナッツも入れていましたね。くるみとかアーモンドとかマカダミアナッツを入れて食べていました。うん。やっぱり朝ナッツを一番最初に食べると、なんか血糖値っていう、体の数値が一気に上がらなくて、ゆっくり上がっていくらしいんですよね。血糖値。それがすごくいいみたいです。うん。一気に血糖値が上がることが体にはあまり良くないみたいですね。なので、一つ選ばないといけないとしたら、ヨーグルトかなと思います。皆さんはどうですか？この朝ごはんって本当に国によってとか人によって食べるものが全然違いますよね。日本でもそうです。日本で朝ごはんをしっかりお味噌汁とか焼き魚、納豆っていうスタイルで食べる人もとっても多いです。でもパンとかヨーグルトみたいに和食じゃないもので済ませる人も本当に多いです。たまに海外の動画とかを見て、朝ドーナツとか甘いものを食べて、もう本当にカロリーを一気に取る人を見ます。皆さんはどうですか？朝からドーナツを食べられますか？結構甘いですよね。まあ私は甘いものが好きなので、コーヒーとドーナツだったらギリギリ食べられるかもしれない。うん。たまに食べたりもしますね。休みの日に朝ドーナツを食べたりはします。でも、やっぱり、うん、なんか体が重くなっちゃうような気がします。うん。でも、やっぱりね、朝から焼き魚とか納豆とか、しっかり和食を食べるのは、ちょっとめんどくさい。うん。私はめんどくさくて、準備がね、料理をするのがめんどくさいので、もうすぐ食べられるものが私は好きですね。うん。皆さんはどうでしょうか？はい。じゃあ次の質問を引きます。はい。ああ、面白いものが来ました。もし新しい言語を一つマスターできるなら、どの言語を選ぶ？もし新しい言語を一つ習得できるなら、どの言語を選ぶ？うーん、どうだろう。まあ、このマスターできる、
習得できるのレベルにもよりますよね。本当にネイティブみたいになっている外国語が私はないので、ね、もしネイティブみたいになれるなら、英語とかスペイン語を選ぶけど、新しい言語っていうことなので、そう、今ね、私は日本語のネイティブで、英語とスペイン語がだいたい同じくらい喋れます。そう。で、どうしようかな。新しい言語だったら、多分、ラテン語の、言葉かな。ポルトガル語かイタリア語ですかね。ポルトガル語とスペイン語って本当によく似ています。で、ポルトニョールみたいな感じで、ポルトガル語とスペイン語を混ぜて喋っている人も結構いて、お互い理解し合える言語なんですよね。だから、勉強しようと思ったら、比較的簡単なのかなと思います。でも、今、私の生活でポルトガル語を見たり聞いたりすることが多いんですけど、あんまり発音がわからない。難しいんですよね、聞くのが。だから、ちょっと、発音が難しい言語って、勉強するの大変ですよね。そう思うと、イタリア語の方が発音は簡単なのかなって思っています。イタリア語もスペイン語とすごく似ていますよね。単語が同じようなものが結構あると思うので、勉強するならその2つかな。もしくは全然スペイン語と似てないけど、中国語も少し興味があります。というのも、私が大学生の時に自分の第二外国語を選ばないといけない時があったんですよね。全員大学で英語は勉強しないといけなくて、英語ともう一つ授業で勉強してくださいと言われました。それで私は、中国語を選びました。チョイスとしては、オプションとしては中国語、フランス語、ドイツ語、あと何語があったかな？ロシア語があったかな？いや、ロシア語はなかったな。多分その3カ国語と、スペイン語もあったような気がしますね。でもなんか中国語が一番単位が取りやすいよって聞いて、中国語にしました。はい。単位を取るっていうのは、テストを受けて、はい、合格って言われると、その、中国語の、成績がつくっていうことですね。はい、成績がついて、卒業ができるようになるということです。はい。そういう理由で中国語を選んで、ちょっと勉強したんですよね。で、だから、名前とか、本当に簡単なことなら言えます。でも、あんまり覚えてないんですよね。私は大学生の時のアルバイトも中華料理屋で働いていたんですよ。中華料理屋。で、中華料理屋で働いていた従業員の人がほとんど中国人でした。シェフがね、10人くらいいて、9人は中国人
でした。うん、で、そのレストランのオーナーはハーフなのかな多分。だから中国語も喋れて、日本語も喋れたんですよね。だからオーナーと話すときは日本語だけど、シェフから何か言われるときは中国語でした。うん。でもね、本当に簡単なことです。何人来たよとか、この料理何人分できたよとか、まあ本当にそのくらいの簡単な中国語だったんですよね。うん。フレーズももうだいたい5個とかぐらいしかないから、もうね、覚えちゃって、うん。そんな中国語っていう思いながら聞いてなかったですね。あ、もうこのフレーズ言われたらこうだな、みたいな感じで、慣れていきました。注文を書くのは全部漢字で中国語で書いていたけど、例えば、なんだろうな。チンジャオロースっていうすごく有名な料理があるんですけど、まあ、チンジャオロースって日本にもある料理だから、そんなになんか書くの難しくなくて、うん。だからね、一応中国人のシェフと働いていたけど、中国語は全然うまくなりませんでした。はい。まあ、そういう感じで、昔少し勉強していたので、もう一回勉強しようとしたら、少しやりやすいのかなとは思っています。うん、そうだな。まあ、中国語を喋れたら、すごく便利ですよね。たくさんの人とコミュニケーションを取ることができるようになるので、中国語もいいなと思いますね。はい。もし本当に1ヶ月とか2ヶ月で喋れるようになるんだったら、たくさんの言語を勉強したいけど、なかなかそんなに簡単にはできませんよね。はい。なので、まあ私の答えとしては、ポルトガル語かイタリア語か中国語かなと思います。皆さんは日本語を勉強していますが、日本語以外で勉強するとしたら何がいいですか？まあ似ている言語がね、あんまりないので難しいですよね。はい。では次。もしどんなスキルでも一晩で身につけられるなら何を選ぶ？もしどんなスキルでも一晩、一日の夜でこうマスターできるなら何を選ぶ？という質問です。一晩。めちゃくちゃ早いですね。寝て起きたらあることができるようになっているとしたら、私は、そうだな。ピアノですかね。ピアノを弾けるようになりたいです。皆さんピアノが弾けますか？日本人はピアノを小さい頃に習うのがよくあります。子供の頃の習い事でピアノを習う人が多いです。まあ、多いって言っても50%もいないと思います。でも、結構私の周りにはピアノが弾ける人がたくさんいます。私は子供の頃、ピアノを習っていませんでした。なので、今もピアノが弾けません。でも、よくピアノのなんかすごい上手な人の YouTube とかを見ているんですね。結構そういうのを見るのが好きで、
よく見ています。例えば、東京の都庁っていう、すごく有名な、場所があるんですけど、都庁、東京都庁っていう高いビルがあって、その中に誰でも弾いていいよっていうピアノがあるんですよね。結構日本いろんなところにそういう誰でも弾いていいよっていうピアノがあるんですよ。うん。そこで、あの、いきなりすっごく上手い人が現れて、ピアノを弾く。みんなが知っているような有名な曲を弾く。みたいな動画がすごく好きでよく見ています。うん。あんな風に自由に自分を表現できたらどんなに気持ちがいいだろうっていつも思いますね。うん。あと、絶対音感ってわかりますか？絶対音感。音感っていうのは、音を聞いて耳でコピーすることです。例えば、一つ音をピアノでポーンって出したら、あ、この音はドだなとか、レだなとか、わかる人のことを絶対音感と言います。うん。絶対音感の人は、ピアノとかの楽器だけじゃなくて、こういうパンみたいな音も、あ、これは何？これはドだなとかわかるんですよ。そういうのがかっこいいなって思っていますね。うん。いつかピアノはでも練習して弾けるようになりたいと思っています。もちろん寝て起きてピアノが弾けるようになったら最高だなって思いますが、練習して10年かかってでもピアノを弾けるようになりたいなと思っています。うん。実際、私は日本にいた時に、もうほんと3年前とかからぐらい、もう大人になってからピアノの練習を始めました。本当に3歳とか4歳の子が弾くような簡単な曲から練習を始めました。うん。もうね、右手と左手が違う動きができなくて、そんな簡単な曲を3時間練習しても、5時間練習してもできないんですよね。うん。でも、そういうのが楽しいですね。うん。できないことができるようになるのが本当に楽しいです。はい。皆さんは一晩練習、練習じゃない、一晩寝て起きたら何ができるようになっていたいですか？日本語かな？何かな？はい。では、また次のくじを引きたいと思います。はい。2枚取れた。はい、1枚。もし、1ヶ月間、スマホなしで生活するとしたら、どんな生活になると思う？もし1ヶ月間スマホなしで生活するとしたら、どんな生活になると思う？うーん。スマホなしって厳しいですね。どうするかな。これは、質問としては、スマホ依存をせずに、なんていうか、デバイスフリーな生活をするっていうことだと思うんですけど、多分、パソコンを使っていろいろ作業をしてしまうと思います。例えば、YouTube のことも、パソコンで全部できるので、YouTube のことは続けてしまうだろうなと思うし、メッセージアプリもパソコンで使えますよね。
WhatsApp も LINE もパソコンで使えてしまうので、あんまり変わらないんじゃないかなって思いますね。YouTube とかもパソコンで見れますもんね。Instagram も見れますよね。本当に、必要なこと以外で、メッセージアプリはライフラインなので、使えないとすごく困るじゃないですか。それ以外の YouTube とか Instagram を見ない生活っていうのは、できるんじゃないかなと思っています。今は自分が YouTube に動画を上げているので、見ていますが、自分のレジャーとして、癒しとして YouTube を見るっていうのは、1ヶ月くらいならやめてもいいかなって思いますね。この前、1ヶ月間 SNS をやめた人の生活を見てみたんですよ。そうしたら、その人は SNS を見ないとすごく暇になって、3日間くらい暇すぎて、どうしようっていう時期があったみたいです。で、3日間くらい暇に過ごした後、どんどんクリエイティブになっていったみたいです。空いている時間で次の YouTube はどうしようとか、新しいスタイルの動画に挑戦しようと思って考えてみたり、とにかく頭を使って考える時間が増えたみたいなんですよね。なので、それはいいなって私も思いました。今は何か考えようと思っても、すぐスマホで調べてしまったり、何か正解を求めて YouTube を見てしまいます。でも、やっぱりネットで調べたり、YouTube で探したりすることって、もうすでに誰かがやっていることなので、オリジナリティがあんまりないですよね。なので、考える、頭を使うっていう時間をたくさん取れるようになるのは、すごくいいかなと思います。やってみたいなと思うけど、現実には多分1週間くらいがいいのかなと思いますね。1ヶ月はちょっと長すぎるかな。皆さんはどれくらいスマホを1日で使っていますか？そのスクリーンタイムっていう機能で自分の使っている時間が見れますよね。それで YouTube に何時間とか、Instagram に何時間とか、そういうのが見れますよね。私は本当に携帯自体を使っている時間がすごく長いです。例えば今日もこの1時間の動画を携帯でね、撮っているので、カメラアプリを使っている時間が本当に長いですね。2時間とか、1日2時間使っていたりします。YouTube も結構見ちゃいますね。1時間くらい見ていて、Instagram はほとんど使わないんですけど、でもトータル5時間とか6時間、長い時で8時間、9時間、携帯を使っています。怖いですよね。9時間って思うけど、ね、いつかそういうスマホを使わない1週間とかもやってみたいなと思います。はい。すごく太陽が、光が強くて、こっち側がすごい熱くなっています。何か水とか
持ってきたらよかったんですけど、飲み物が何もなくて、ちょっと喉が渇いてきましたが、はい。それでは次の質問に行きたいと思います。はい。もし海外に住むならどこがいい？もし海外に住むならどこがいい？そうですね。海外か。これは私結構、いいなって思っている場所があって、ポルトガルかスペインがいいなって思っています。はい。あそこのエリアですね。そう、ポルトガルかスペイン。ポルトガルもスペインも行ったことがあって、すごく好きな場所なんですよね。特に、ポルトガルに行った時に、あの、すごくね、なんて言ったらいいのかな。いろんな国の人がいて、いろんな言葉が使えて、で、食事もポルトガル料理じゃなく、以外も本当にね、たくさんの種類の食事ができたんですよね。ポルトガルって国としてはすごく面積は小さい、小さい国ですよね。でも、本当に観光でいろんな国から人が来るので、英語はもちろん。で、皆さん、ポルトガル語が母語なので、ポルトガル語は使える。で、スペイン語もね、使える。っていうので、私が、英語とスペイン語が喋れて、ポルトガル語も、なんとなく、10% くらいは理解できるので、すごく旅行がしやすかったんですよね。なんか居心地がとっても良くて、どの言葉で言われてもわかるみたいなのが、なんかすごく他のフランスとかイタリアとかに行った時よりも、耳から入ってくる情報がわかりやすくて、すごく良かったんですよね。うん。で、やっぱり食事もすごく大事ですよね。本当に、この行った時のラッキーだったのかもしれないんですけど、行った時、私が旅行した時のレストランが、どれも本当に美味しくて、この国の料理は何を食べても美味しいんだなって思ったんですよね。そう、ウーバーで頼んだベトナム料理ですらすっごく美味しくて、ちょっとなんか感動しました。うん。あと、なんか、ポルトガルって坂が多い国なんですよね。で、どこにいても大体海が見えるっていう、なんかこの景色の綺麗さみたいなのもすごく癒されて、こういう海が見える街に住みたいなって思いましたね。うん。坂が多いから、もうちょっと年齢を重ねて、年を取って、足が悪くなったりしたら、住むのが難しい国かもしれないですが、元気なうちはね、お散歩したり、いいんじゃないかな。楽しいんじゃないかなと思いますね。あと、スペインもいいですね。スペインも、海があって、ご飯も美味しいし、スペイン語だし、歴史的にも本当に、興味深くて面白い国ですよね。ね、いつか住めたらいいなって思っていますね。はい。うん。やっぱりね、旅行するのと住むのって違うよなって、パラグアイに住んで気づいたんですよね。多分、南米に旅行するってなった時に、ブラジルとかアルゼンチンとかね、行く人結構多いと思うんですけど、そう、パラグアイは住むのにすごくいいと思いますね。治安が良くて、人が優しくて、
なんか本当に住むのにいい場所だなって思います。なので、きっと今まで私が旅行したことがある国は、旅行して素敵だなって思ったんですけど、住むってなると少し違うかもしれないですよね。うん。住んでみないと、その土地の良さってわからない場合もあるのかなって思いますね。また将来いつか海外に住むことができたらいいなと思っています。はい。どこになるかわからないし、ね、何もプランはないんですけど、はい。では、次の質問に行きたいと思います。もし1週間すべての予定をキャンセルしても良いなら何をする？もし1週間すべての予定をキャンセルしても良いなら何をする？この質問は、会社とかで働いたり、忙しくたくさんの予定がある人にとっては、インパクトのある質問かなと思うんですが、私はね、フリーランスなので、そんなに、たくさん予定がないんですよね。悲しいんですけど、特にそんなに人と会う予定もないし、あんまり、うん、あんまり何も変わらないかもしれないですね。会社で働いていた時のことを想像すると、一週間、オフになるってことですよね。休みが取れるなら何をしていたかって考えます。そうだな。一週間休みなら、海外旅行に行くか、どこか日本の中で、旅行しますね。多分、家の中にずっといるっていうことはないですね。皆さんは、休みの日に家の中にいたい人ですか？外に出たい人ですか？私は絶対に外に出たい人なんですよね。外に行きたいっていうのは、家の外に行って、どこかに旅行するとか、出かけるとか、そういうことがすごく好きですね。なので、一週間ずっと家の中で休み続けると、もう、いやーってなると思います。嫌だー外に行きたいって多分なると思います。ね。なので、一週間で行ける海外ってなると、アジアですよね。今は韓国に行ったりしたいなって思ってるのと、ベトナムぐらいだったら一週間で十分行けますよね。そう、ベトナムとかも行きたいですね。日本だったらどうかな。どこでも行けますね。九州、九州に行くか、昔、屋久島っていう、すごく自然がいっぱいの島に行ったことがあって、そこで11時間とか12時間トレッキングをしたことがあるんですよ。トレッキングっていうのは山道をこう、手に棒とかを持って歩き続けるみたいなのがあって、それがその屋久島では有名なんですね。12時間歩いて、屋久杉っていう、木ですね。すっごく古い、でっかい木を見に行くっていうツアーに参加して、友達と一緒に朝、ほんと4時とか5時ぐらいに起きて集合して、一日中歩き続けたことがあります。そういうのも、2日とか3日の休みだったら、ちょっともう体がしんどいから、
一週間くらい休みがあればいけるなって思いますね。うん。まあその屋久島でトレッキングをした時はもう10年くらい前なので、今とは体力が違いますよね。多分、今はね、本当に12時間歩き続けたら、体がバキバキになりそうなんですが、ね、そういう、まあ、山に登ってみたりとか、うん、泳ぐのはちょっと日焼けしたくないから嫌だし、うん、やっぱ山登りとか、ハイキングとか、いいですよね。うん。一週間あったら、ちょっとこう、アクセスしづらい、普段はアクセスしづらいところに行って、アクティブに活動するのをやってみたいですね。うん。皆さんは一週間オフがあったら何をしたいですか？うん。この、難しいですね。現実的に可能なところと、もうお金のことを何にも考えずにできるなら、うーん、お金のことを全く考えずにっていうことなら、いや、まあでもそれでもやっぱ旅行かな。うん。私にとって時間を、うん、こういい感じに、大切に時間を使うっていうことの一番、一番いい使い方は、やっぱり旅行なんですよね。うん。旅行から得られるものが私の中ですごく大きいので、やっぱり旅行かなと思いますね。はい。じゃあ、次行きます。もし理想の家を好きな場所に建てられるとしたら、どんな家でどこに住む？もし理想の家を、好きな場所に建てられる。これだったら私は沖縄ですね。沖縄に行きたい。あのー沖縄の家と沖縄以外の日本の家って結構違うんですよね。前に沖縄に旅行した時にその違いに気づきました。日本の他のエリアでは木の家がすごく多いんですよね。みんな木を使って家を建てます。そう。でも、海が多い沖縄は木で家を建ててしまうと多分家が傷みやすいんですよね。そう。なので多分コンクリートとかレンガとか潮風、海からの風で傷まない素材を使っているんですよね。なんかそれがね、すごく独特の雰囲気があって、沖縄の雰囲気がとっても好きですね。で、私は海を見ながら生活するのがとっても好きで、なので沖縄。うん。沖縄のちょっと高めの山とか丘の上に家を建てて、いつでも海が見える家がいいです。うん。素敵ですよね。絶対。でも、海の近くに家を建ててしまうと、洗濯物がもう潮ですごくこう傷みやすいっていうのは聞いたことがありますね。車も海の近くに置いておくと、この金属が塩で傷むみたいです。ね、めちゃくちゃ現実的な話をしてますが、そうそう。だからあんまり海に近いのも良くないですよね。うん。日本は津波も怖いので、やっぱりちょっと高めの山の上がいいですね。うん。そうだな。まあ、あとは北海道。北海道の綺麗な花畑の近くとかがいいですよね。うん。
北海道って本当に広いし、土地がたくさんあるので、素敵な花畑がたくさんあるんですよね。旅行した時に皆さんもぜひ見てほしいんですけど、ラベンダー畑とか、季節によってもう本当にいろいろな花を育てているんですよね。なので、そういう花畑に近いところに住めば、いつでも花畑を見に行くことができるので、いいなと思います。うん。やっぱりね、日本人はなのか、私は、すごく沖縄と北海道、日本の南と北に、すごく憧れがあるんですよね。憧れ。うん。やっぱり、日本のその真ん中の方にはない良さがありますね。食べ物も沖縄とか北海道は美味しいです。うん。北海道は海の、魚とか貝とかそういうものが美味しいし、もちろん牛とかもいっぱいいるのでお肉も美味しいです。しかも野菜も美味しいです。うん、北海道は本当に何でも美味しい。もう怖いぐらい美味しい。食べ過ぎちゃう。はい。で、沖縄は、やっぱり方言とかも全然違うし、流れる時間のゆっくりさみたいなのも違いますね。うん、喋り方も、なんくるないさー、みたいな。なんくるないさーっていうのは、大丈夫だよ、なんでも。なるようになるよ、みたいな意味なんですけど。何々さー、みたいなのを語尾につけるんですよね。行こうさー、みたいな。行こうよが行こうさーになったりとか、ほんと素敵なんですよね。可愛いなって思います。うん。そういうちょっと今の自分の生活にないところに家を建てて住めたら、楽しそうだなって思いますね。はい。皆さんは、もしどこかに家を建てることができて住めるとしたら、どこに建てたいですか？うん。そもそもあれですよね。日本は今、家を建てるよりもマンションを買うっていう人もね、すごく多いですね。うん。やっぱり家を建ててしまうと、その家を自分がいなくなった時とかにどうするみたいな問題が出てきてしまうんですけど、マンションだと比較的簡単に売ることができるので、今はマンション派の人もすごく多いですね。東京とか大阪とかの都会は特に家はいらないわ。マンションでいいっていう人が多いと思いますね。はい。では、次の質問に行きます。あと1年間しか日本に住めないなら何をする？あと1年間しか日本に住めないなら何をする？うん、今、私はパラグアイに住んでいるんですけど、この質問としては、あと1年間だけ日本に住んで、それ以外は海外で生活しないといけないとしたら、ということですね。どうしようかな。日本が私は大好きなんですよね。日本にあと1年しか住めないなら、泣いちゃいますね。泣きます。絶対嫌だってなると思います。が、これはね、そういう、もしもの質問なので考えます。どうかな。まずは、なんだろう。日本のお菓子をたくさん買って、でも買って次引っ越す国に送っておくかな。日本のお菓子がね、本当に好きなんですよね。
チョコレートとか、クッキーとか、本当に大好きなんですよ。あの、そうだな。そうですね。まずそれをして、あとは、日本のパンをたくさん食べておく。日本のパンもね、美味しいんですよ。ちょっと他の国にはないようなパンもたくさんあって、惣菜パンって言うんですけど、例えば、焼きそばをパンの上に乗せて食べたりとか、ウインナーをパンの上に乗せて食べたりとか、なんかとにかくいろんなパンがあって、私は日本のパンが大好きなんですよね。なので、いろんなパン屋さんを巡って、美味しいパンを食べる。はい。あとは、温泉にたくさん行く。温泉の、お湯に浸かるのも好きだけど、温泉がある旅館に泊まって、その旅館の、素敵なお部屋とか庭とか、そういうのを楽しむのが私は好きなので、そういうことをしますね。あとは何かな、行ったことがない県に旅行をしますね。行ったことがない県。私は東北地方にあんまり行ったことがなくて、例えば秋田とか山形とか岩手あたりは本当に足を踏み入れたこともない。土を踏んだこともないと思うので、そういうところに旅行したいですね。ちょっとこの質問は難しいな。やりたいことがありすぎて、難しいですね。じゃあ、ちょっと違う質問に行こう。難しすぎた。はい。もし、標準語か方言かどちらかしか話すことができないとしたらどっちにする？もし、方言か標準語かでどちらか一つしか選ばないと、どちらか一つを選ばないといけないなら、どっち？難しいですね。今私は標準語を喋っています。だし、普段は標準語を喋ることってすごく多いんですよね。こういう私を直接知らない人の前では標準語を喋ることがとても多いです。とか、最近出会った人の前では標準語で話すことが多いんですが、家族とか友達の前では方言なんですよね。私は出身が高知県なので、高知県の方言を喋ることができます。で、大学は関西にいたので、大学時代の友達では関西弁で話していた、友達もいるんですよね。そう、この友達と話すときは関西弁みたいなのがあります。あと、他にも岡山県に住んだこともあるので、岡山で出会った人には岡山弁なんですよね。そう。だから、メインで私が話すのは、高知県の言葉と岡山県の言葉をよく喋りますが、関西弁も喋るし、で、標準語も喋るんですよ。そう。で、それぞれどれが一番話しやすいとかはなくて、この相手にはこれみたいな感じで決めているんですよね。だから、いきなり、じゃあ、今から全部標準語でお願いしますって言われたら、結構恥ずかしいかもしれないです。私の高知県の友達に標準語で話すっていうのは恥ずかしいです。なんであなた
急に標準語なのってなりますね。皆さんの国でもきっとそうですよね。いきなりなんていうか標準語みたいな言葉で話し出したら、周りの人はびっくりしませんか？日本人は結構みんなテレビを見て標準語を学ぶので、標準語を話せない人はそんなに多くはないと思います。よっぽど、おじいちゃん、おばあちゃんとか、テレビを見ずに過ごした人とかは、標準語を喋れない人もいると思うんですけど、多くの人は、標準語が喋れる。でも、自分の家族とか友達には方言で話すっていう人が多いと思いますね。そうだな。でも、どうだろう。方言しか喋れない。どっちかを選ばないといけないとしたら、方言を選ぶかなっていうくらい方言が大切です。そんなにね、なんかすごく強い方言ではないんですよね。ちょっと語尾が変わったりとか、少しイントネーションが変わったりするくらいなので、方言を選ぶかな。そうそう。方言で私の場合話しても、日本全国大体どこでも理解はしてもらえるんですよね。そんなに強い方言ではないです。多分沖縄とか東北地方の方言だったら、日本人同士でも理解ができないですね。最近の若い沖縄とか東北の子の喋り方だったらわかるかもしれないんですけど、お年寄りだったらもう全然わからないですね。たまにテレビでこの地域の方言はこんな感じみたいな、TV ショーがね、やってるんですよね。そういうのを見ると本当にびっくりすると思います。皆さん。これが日本語みたいな風に思うと思いますね。皆さんの中にはきっと関西弁とか博多弁を勉強したいみたいな人も多いですよね。関西弁は私もすごく憧れがありましたね。高知県から大学の時に関西に行ったんですけど、みんな周りの子はきっと関西弁を話しているんだろうなと思って、楽しみと思いながら大学に行きました。たくさんの人が関西弁は喋っていたんですけど、やっぱり大学っていろんな地域から来るので、この人は九州からとか、この人は北海道からとか、いろんな地域の人の方言が聞けて、本当に楽しいし、一つのトピックになりますよね。あなたの地域でこれはなんて言うのみたいな会話が本当に大学4年間ずっと行われていたなと思います。だから私が自分の高知県の方言を話しても、みんなすごく興味を持って聞いてくれていたのを覚えています。なので、皆さんももしそういう日本のいろんな地域の人に会った時は、方言の話はすごく盛り上がると思います。あなたの方言はどんなのって聞いてあげたら、きっとみんな喜んで教えてくれるんじゃないかなと思いますね。じゃあこんな感じで全部質問は今日は終わりました。またいつかトピックトーキングをしたいと思います。トピックがやっぱり決まっている方が、私も簡単な日本語で話しやすくて良かったです。では今日も私のペイトリオンでトランスクリプトを作っていますので、そちらも気になる人は見てみてください。
また今日の動画がいいね、面白いねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。